ハピセラ TV。 ノブです。ミキティです。ハピセラ TV。いや、よし。今日は最近膝の施術何個か出してるじゃないですか。リラクゼーションのね、お客さんで膝が痛いんですって来た場合のリラクゼーション的考え方の膝施術みたいな感じで、本当に治療系だとまた全然違うんですよ。この前のやり方っていうのはリラクゼーションに来た場合のやり方で、本当に膝直したいとか、あと変形性質感接種ってあるじゃないですか。あそこまで行っちゃうと全然変わるわけですよ。全然変わります。あとあんまり触れないしね、痛いしね。そうですよね。あと骨極ってもう完全に潰れちゃって、ここはなんか尖ってるものが当たるとかさ、ちょっと動かしただけでもね。もう痛いし、そういうんだったらもうほとんどうちらの領域じゃなくなってくるは来るんでね。でも来ちゃった場合みたいなね。でもそれは病院行ってくださいが一番まあいいんだろうけども、その時に私交通事故の話したと思うんですけど、私中古の膝なんですよ、左膝が。大事故だもんね。まあ大事故になるんだろうね。3ヶ月の入院だもんね。膝の内側側副靭帯っていう内側を支えてる靭帯と、習った気がする。来週テストなのに。覚えて。内側内側側副靭帯。内側側副靭帯。そうそう。外はね外側側副靭帯。外側側副靭帯。言い方可愛いね。で前十字靭帯っていうのと後十字靭帯っていうのが前後大腿骨と脛骨を支えてる靭帯なわけですよ。その前十字も切れちゃう。しかもすね側の脛骨にちょっとひび入って折れちゃったみたいなのがあって、それでどう復活したかをちょっと答えてなくて。普通に歩いてるもんね。全然普通です。そういえばそういえば。でも3ヶ月入院した後ももう相当ひどいもんですよ。退院はしたけど、松葉杖まではいかなかったけど、遅いおばあちゃんに抜かれるぐらいな感じ。そうだよね。相当遅かった。あとね、すれ違う時に絶対俺に触らないで、俺にぶつからないでって。もうもうちょっとでもちょっとでもぶつけられたらもうバタッと倒れちゃうぐらい、ほんとそれぐらいフラフラの状態だったんで、その状態からどう復活したかっていうことなんだよね。知りたいね。ちなみにですけど、大体ねどれぐらいかかってるかな。結局自分でやったんですけど、自分でやったっていう言い方もどうなのかわかんないけど、結局はジムに行って左膝の筋肉を強化していっただけの話なんですよ、結局はね。そうなんだ。やっぱりそうなんだね。そこなんですよ。今日からね。そこでしかないんだよね。だから変形性質感染症になっちゃってる人も、これどうしたらいいんですかっていう言葉が結構ね、でいい病院教えてくださいとかね、そこで検査はできるかもしれないけど、実際治すとか治さないとか話になったら病院の先生も同じことなんですよ。要するに PT の先生とかにお願いしてトレーニングしていくしかないんですよ。弱い筋肉をつけていく。で特に膝の場合は大体四頭筋が弱い人が多いんで、つけていく筋肉。伸ばすだけじゃないよね。伸ばしたり緩めたりすることではないんだよね。つけていくしかない。だってもうバロメーターがそう示してるじゃない。だって年取ればなるほど、年いけばなるほどなりやすいでしょ。肘が悪くなるんですよ。ってことは筋力が落ちてきてるだけの話なわけですよ。あと女性の方が4対1で多いんですよ、膝が悪いのは。なんでかって言ったら女性の方が筋力がないから。やっぱそうか。そうなんですよ。筋力が結局はだからそこから逃げられないんですよ、運動から。だからうちらとか30代40代とか50代のうちにもうね運動は必死なわけですよ。そこサボるともう60代70代でどんどん遅くなっちゃいます。もうかなり悪くなってる状態から鍛えるよりもあんまりなってない状態から鍛えないともうね80、90まで生きるとしたら自分の足でやっぱ歩きたいじゃないですか。それ誰でも思うじゃない。だから30代40代50代の時にしっかり運動は運動でバリバリのトレーニングしましょうっていう意味じゃないんですよ。筋力を劣らないぐらいに。最近全然やってない。このまま走ってたって言ったのやめた？やっぱ何回か雨が降ったら走るのかな。でその後は朝毎日お尻上げたり腹筋したりしてたの。なんか最近なんかもうお布団入ってだから出れないみたいな。まあそういう時期があってもいいけど、今後取り入れてやりましょうみたいな。私は週にジムでトレーニング。今は必死に
スクワットにハマっててスクワットばっかりやってるんですけど、久しぶりに自分のスクワットが飽きたわけですよ。あ、言ってたね。言ってた昨日ちょっとだけ言ってたね。そう自分のスクワットの仕方ってちょっとやってみる？大体基本あれなんですよ、肩幅ぐらいに開いて、ちょっと足元見ついてもらっていいかい？普通男性ってさ、もうちょっと下、そうちょっと開いてるじゃないですか。この状態が一番楽なんですよ、私の体的に。この状態から、これ横向きますね、この状態からお尻をこう下げてぐーっと下げるのが基本なんですよ、ベース的に。それを昨日トレーナーに久しぶりにね、マッチョなおばちゃんいるんですけど、トレーナーたまに話すんだけど、こうフラットに肩幅で足をまっすぐ前に向けてください。この状態で椎名さんお尻のトレーニングメインになっちゃってるんで、足全体使いましょうということで、この状態でまっすぐな状態でつま先をね、これ状態でぐーっと一番下まで座っちゃいましょうぐらいな。これをやったらビキーンってなっちゃうビキーンってなっちゃって、すごいね。だから今ぎっくり腰の軽症バージョンみたいな感じになっちゃってます。あるよと軽症バージョンになっちゃってて、でもお風呂でね自分である程度取れるんですよ、やり方があるんで。だからまあ普通に歩けてるけど、そのやっちゃった状態だとね本当に恐るそろーり状態でも軽症ぐらいですよ、歩けるので。あと特にあれだからね、ぎっくり腰どれぐらいのレベルかってあるからね、みんなそれ把握してね、YouTube でもさぎっくり腰施術って載ってて、いきなりお客さんがさうつ伏せで施術してるとかは、もうぎっくり腰じゃないですかぎっくり腰うつ伏せになれないので、痛すぎて。そうなの。だからちょうどあれなんじゃない？もしあれだったらミキティ後でちょっとぎっくり腰軽症バージョン施術してもらって、アフレコできますか？アフレコバージョンということで、ちょっとね軽くね検査の仕方だけみんなでシェアしたいと思って、膝のね検査の仕方ってあります。膝の検査の仕方と評価の仕方っていう言い方、膝が悪いか悪くないかっていうのをここでねちょっとできるので、ちょっと椅子だけやってみよう。検査の仕方、この挟んでも挟まなくてもいいんですけど、これ実際のお医者さんの検査ですからね。私も受けてて、で靭帯が切れると緩んじゃうわけですよ、膝のアライメント自体が。で靭帯で緩むと基本的には戻らないですからね。あれと一緒、ムチ打ちとかも一緒。ビョインって一回伸びちゃったものは戻らない。だからずっとムチ打ちの人かわいそうだけど、ずっと一生もんなんだよね。靭帯もそう。一回言われた。アキレス腱やっちゃってるの。アキレス腱がなんかすごい伸びちゃってるって言われた。じゃあそういうのもそうですね。だから私の場合靭帯切っちゃってるので、自然にどっかにくっついてるわけです。自然にだって元の位置にはくっつかないんですよ。多分どっかにくっついてるんですよ。だからね、膝が緩いっていう言い方するんですよ。お医者さんもそうですけど、その検査の仕方が実際測るんだけど、ここに大腿骨に対して脛骨をこうグッとねこっち側に引っ張るわけです。この動き、これが何ミリ動くかっていうので遊びがあるないを見るんだよね。これを実際測るのこれで、基本的にこのグッとやった時の動き、ミキティはねちょうどぐらいです。5ミリぐらいな感じ。今測ってないけど感覚的にね、私1センチ引っ張れちゃうんですよ。あ、そういうことか。大きければいいわけないんだ。そうか。締まってる方がいいの。そっか。くっついてる方がいいの。くっついた方がいいのに、私どこかにこうくっついちゃってるのかわからないけど、引っ張ったらこうグッと引っ張れちゃうって。1センチぐらい緩んじゃって、これ測ってもらってね、こうやってセンチでこうやって。これがだから中古の膝っていう言い方するんだけど、そうだから私も一生ずっとここをつけてるしかないの。なるほど。つけなかったらまたね膝が痛くなるし、山なんか登れる状態じゃなくなっちゃうんで、だからこういう検査があるってことね。これ今ねこの動きがミリ単位ですよ。ミキティねちょうどほんと5ミリとかぐらいのちょうどいいぐらいです。ちょっと反対にみんな見えるかな動き。あとでアップするね。あと編集で。全然大丈夫です。左も右も一緒です。だから最近膝痛くないかも。だからこれが衰えてくると、あとは体重が増えちゃったりすると今度できます。気をつけてます。あとは言ってたようにこのアライメントのズレがひどくなるとずれます。大腿骨に対して脛骨がねじれちゃったりすると痛くなるんで、それは筋力的に取れれば痛みは取れる。でも根本は筋力だよね。
ケンさんかもしれないけど気持ちいいね。これ気持ちいい。うん、気持ちいい。なんかもうあ、だって膝の施術使うもん、実際に膝の、気持ちいいこれこう人卓を動かすだけでも気持ちいいんですよね。うん、気持ちいい。あとねじれ的にこっちでバーン叩いたりする。おお、刺激的。すると、もう締まりが良くなるみたいな。そう、これが検査ね。あと評価っていうのがあって、膝が悪い人ができない。ミキティ一応一回座ってもらって。なるほど。これもPT の人もやってる人の検査なんだけど、片足ずつ立たせるっていうのが一つの検査の方法。だから右足だけで立ってみて。あ、こういうこと？そう。左。左無理かな。あ、きつい。これが今この高さだから全然いいんだけど、もっと低いやつ。もっと低いやつやんないとダメ。そうそうそう。本当は床からやるんだから。無理だよ。あ、右からやるかもね。あ、これ無理だな。勢いつけすぎだね。これ無理。これ無理。マジで無理。あ、左反対は？いや、だってさっき左絶対無理だよ。そう。だからその人の適度な高さでやる。でも筋力弱すぎますね。私ちょっとやってみるか多分できると思う。上がれる。反対左一本。ああ、全然上がれる。もっと全然床からいけるかな。おかしいな。おかしいな。ふざけてませんか。あ、ダメだね。ちょっと弱いね。だからこれもこういうのもね一つの検査なんで、お客さんに実際膝痛の人でこういうのをやってもらって、施術した後にこれもう一回やってもらって立ちやすくなったとかいう評価をいただければまた一つ信頼度が。ふざけてないからね。今いつか立てるようになるよ。ちょっと手でフォローしたら。ダメですね。っていうやり方もあります。その中間ぐらいは？これは立ったらいけたじゃん。中間ないか。中間ないね。まあいいか、ミキティの評価は。もうダメだよ。っていう検査があるので、片足ずつやるっていうのが一つのこうバロメーターになるんだよね。その人の膝痛い時全くできないんで。まあそうだよね。私だから膝を徐々にトレーニングしてって。こういう検査をジムでこう立つ練習をこう徐々にしてってそのうちだからできるようになってきたっていうことも一つ皆さんとねこういうのもありますよってことでシェアしました。勉強になりました。はい。ということでなんかコメントあればよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。またね。